初売りデカールでリアル感増し増し。ガンダムデカール併用で RG のような精密感を出してみましょう。川口流塗りテクチャンネル。今回使用するのはこちら HG144 分の1ユニコーンガンダムデストロイモードペインティングモデル。これで塗りテクチャレンジ。今回もペインティングルームで作業していきたいと思います。今回はですね、今までの塗装とはちょっと違うんですけども、デカールを貼って、HG なんですけども RG みたいな感じの、リアルの仕上げ、これを目指そうというふうに思うんですが、もちろんねキットの方にはそういったデカール入ってませんので、今回使うのはこういった別売のガンダムデカール、これはもう RG 用のユニコーンの、デカールなんですけども、これを実際に貼っていくと今持ってもらってる、作例のような感じになるわけです。この貼り方、これも、実演でご覧いただこうと思いますし、デカールを貼るときによく、質問いただくようなこと、それも今回の実演の中では、触れていこうというふうに思いますので、この後ご覧いただければというふうに思います。はい、ではこちらのデカール、これを実際に貼ってみましょう。ここのシールドのところにユニコーンのマークを貼ろうと思います。切り出したマークを水につけるときに僕の癖なんですけども、フィルム面を下にして水の上に浮かせます。そうするとこの周りから水が染み込んでいく様子っていうのが色が変わっていくので分かるわけですよ。で台紙全体に水が染み込んだ後ちょっとしてからこれを引き上げて貼るわけです。今この周りからどんどん水が今台紙に染み込んでいってます。完全に水が台紙に染み込みましたので、指の上でね、このフィルムが少し動くぐらいになるまでちょっと待ちます。でこの動くっていうのはこの台紙にこのフィルムを固定してある糊を今溶かした形になります。台紙の上からこのパーツの上に移したわけですけども、今まだこういうセンター出てませんので、筆でこのフィルムとパーツの間に水を入れて浮かせます。で、位置決めをしていくんですが、この時にフィルムを破ったりね、シワが寄らないように気をつけて、綿棒で真ん中から外に向けてこのフィルムとパーツの間にある水と、それからあと空気がね入ってる場合もありますから、それを押し出してあげます。とフィルムの上で転がす感じで綿棒を動かしてもらうといいと思います。そうするとこんな感じで、こういった曲面に貼る時っていうのはシワが寄ったりとか貼りにくかったりします。そういう時にはマークソフターっていう模型用の溶剤があります。必要なものをシートから切り取ります。水の上に浮かすわけですけれども、貼ろうとしているパーツの上にマークソフターをちょっと塗っとくんですね。台紙に水が染み渡ったところで、このさっきソフターを塗った上にデカールを貼ります。であとは同じように綿棒で、これっていうのは、こういう曲面だけじゃなくてこういった段差のあるところにしっかりと圧着させるっていうのも、できるんですね。ソフターを塗って水の上にデカールを浮かべます。で、糊の溶け具合を見ながらデカールを乗せて、ここの段差がしっかりとデカールのフィルムに馴染むように、マークの軟化剤でフィルム自体が柔らかくなってますから、あまり力入れるとすぐ破けちゃいますんで、軽く押さえてあげてください。そうするとこの段差のあるところでも、しっかりと貼ることができます。水につけすぎたりすると、糊が溶けちゃって、貼った時にすぐ剥がれちゃうってことがあるんです。その場合はマークセッターっていう、要はこれ糊みたいなものになるんですけども、フィルムを柔らかくするのと糊の効果ですねっていうのがセットになったものっていうふうに思ってもらえばいいと思います。デカールもね、印刷されて間もない頃ですとね、結構糊も効いてるんですけども、しまっとくとね、デカールがやっぱりちょっと劣化しちゃったりする場合もあります。そういう時にはこういった軟化剤セッターみたいな糊ですね、こういったものを使って貼ってもらうっていうのも貼り方の一つと。今ここのところにセッ
タ少し垂らしてますので乗せます。この時に段差の低い方から、その後段差の上の方に向けて貼っていくと、このような形に段差のあるところとか筋彫りのあるところ、それから曲面のきついところなんかにこういったソフターとかセッターっていうものもうまく使いながらきれいに貼ってもらうと、完成した作品の出来がすごく良くなると思います。例えば塗装したパーツにデカールを貼るタイミングなんですけども、そのままだとデカールがすぐ剥がれたりとか破れたりっていうことがありますから、デカールを貼った後その上からスーパークリアであるとかトップコートやなんかで要はクリアコートしてあげるとデカールの表面が保護されます。でその時に、この下地が艶消しで仕上げてある場合に時々シルバリングっていうちょっとデカールの貼ったところが白っぽく見える現象が起きる場合があります。ここにちょっと貼ってみましょう。シルバリングっていうのは要は艶消しの場合はざらついたところの上にこのフィルムを乗せてますから中に空気が残っちゃう場合があるんです。そうするとその空気を全部逃がしてあげないと、しっかりと定着しないんですけれども、そういう場合ですね、塗装の時に、こういった光沢で一回仕上げてもらうとパーツの表面にこのフィルムが密着してくれるんですね。そうすると中に空気が溜まったりっていうことがこの艶消しの表面に比べるとないのできれいに貼ることができます。でその上から、乾いた後ですよ、艶消しのコート剤ですよね、これを上からかけてあげて全体を艶消しにして仕上げるときれいな塗膜が表現できます。光沢面で仕上げると空気の残りがないんですね。で最終的に仕上げる時には上からクリアコートしていただくといいと思います。私もデカールに挑戦したいと思います。カーブチルでございます、はい、全体に染み込んだら一回つまんで、一回沈めて引き上げてみましょう。で指先の上にフィルム上にして置いてみて、親指でつまむようにしてフィルムが動くかどうか。動きます。だいたいこの辺っていうのが決まったら、指先で軽くフィルムの上から押さえてピンセットで下の台紙を引っこ抜きます、その辺がねスライドマークとも呼ばれるゆえんだったり難しいです。台紙だけそのままスッと抜いてあげてください。はい、OK です、OK です。今バンダイマークが、ちょっとずれてるよね、でその時にはピンセットでこう動かしたりすると破れる場合があるんで、こういったちょっと細い筆でね少し水で濡らしながら少しずらしたらこんなもんかな、そしたら綿棒でここで強く押さえるとこれずれちゃうから軽く乗せて転がすようにして、そうですそうです。はい、じゃあそのまま乾かして、デカール貼り終了になります、みんなも挑戦してみてね。今回はデカールの貼り方でいろいろと皆さんに見ていただきました。ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。それではまた。